日々増えるポーカーコンテンツ。その中でポーカープレイヤーの強くなる様子を見るのであれば、最先端を言っているのはワタベット。ポーカーの夢、現実、今からでも追いつけるワタベット。これまでのダイジェスト。この番組はアンジャッシュ渡部からの100万円を後輩芸人がポーカーでどこまで増やすことができるのかを検証することでスタートした。俺がめちゃめちゃ金なくなったのも見てるよな。近くで本当渡部さんの金ない時も見てきてるんで、俺の凋落っぷりを間近で見てきたよな、俺のこの100万がいかに大事か多分一番分かってる、この世で。だいぶ、はい、そうだよね。この100万円の大切さ分かってます。分かってるよね、はい。なんかテレビ的なもうありがちなバーッと多めに貼ってうわやっちゃった渡部さんみたいなのはもう視聴者に飽き飽きしてるからね、はい、もうそんなね古いそんなもうダメだよ、そんなね平成のバラエティーはやっちゃダメ。もうとにかく増えてマジで増えちゃってるじゃんしかないよゴールは、はい、こういう番組はもう減って芸人がエヘラしても誰も見ないからね、はい、芸人生命をかけて、はい、これゴールはマジで増やすしかない。しかも、はい、爆発的に増やすしかないよ。でもうネットニュースに取り上げて、そしたらもろもう絶対注目されるから、それはもう今後のお笑い芸人としての生活で絶対アドバンテージになるから、はい、これマジで勝つしかない、はい、勝ってください。じゃあちょっと俺の念を、はい、一応ね3年間でちょっと運は溜まってるはずなんで。本当ですか。いただきます。いただきます。頼むな、はい、もろ頼むな、頑張れ、頑張れ、行ってきます。よっしゃ行ってこい。いやー3ヶ月会えないんだ。いやー37万8000。こうして始まったワタベット。渡航先はフィリピン。毎日何かしらのトーナメントが開催されており、キャッシュゲーム含めてポーカーが盛んな国。気候も温暖で日本からも5時間のフライトで行けるというポーカー初心者には非常に優しい国で諸角の旅が始まった。ただ番組開始直後の諸角はポーカー覚えたての初心者。当たり前のように負ける。例えばこのシチュエーション、諸角が持っているハンドはエースとセブンのスーテッド。キング、6、4がフロップで出たゲーム。初心者諸角は悩む。単なるエースハイなのに悩む。もう見てるぞ見てるぞおばあさんこっち。本当です。本当？そしてオールイン。ブラフ、バリュー、ベッドサイズ、エクイティ、どれも動画やウェブ上の記事で知ったつもりになっている初心者。楽しんでポーカーをしているといえば聞こえはいいが、情報をむき出しにしたプレー。そして負けて悔しがる。ポーカーで本当に勝ちたい者からすれば悔しがることすらおかしい超がつく初心者プレー。負け続ける諸角に対してシャープ2ですよ。シャープ2です。大丈夫ですか。あ、気づいちゃいました。気づいちゃいました。いや気づきますよ。だって大丈夫ですかこれ。いやこれだから打たない時間も見れるんですよね。あ、もちろん負けた。じゃあもう全部やらせてください。それもオープンクローズでもうとにかくやらなくていいから色とで人のプレーをひたすら見るじゃないと、そのぐらいやんなきゃこれ無理ですよ多分。いやーちょっとどうなんだろうな。この戦いっぷりをちゃんとプロにちょっと判断してほしい。もうきっと彼のプレーの癖とか何がいけないかって分かってるじゃないですか。きっとプロが見たらちょっと一回このなんか診断を受けた方がいいですよ。何が間違ってるかっていうことね。はい。プロに判断してほしい。渡部が言っていたそれを番組では最高の形で整える。圧倒的な実力者を先生として招聘。全ポーカープレイヤーに役立つ実際の講義の様子がこちら。2週間です。2週間、なるほど。はい。一応なんか映像が2個ぐらいあるんですけども、そちらちょっと1回見ていただけたら。見たいですね、じゃあ。はい、それじゃあ共有させていただきます。お願いします。入った手がまず、はい。
エースと3のオフ数なんですよ。大前提、これって言っていい手なんですか？まあちょっと前のアクションによりますよね。こうどこまでその参加している人がいるのかどうか、モズミさんの前までに他に参加している人がいるかどうかによってだいぶ変わりますね。ね。相手はですね、おっしゃる通り、クイーンズでして、ああ、クイーンだったんですね。はい、リバーが、こう、はい。打ちまして、これ負けてしまうというところなんですけども、なるほど。これははい、ひどいですね。結構僕の想像の500倍ぐらいひどいですね。そんなダメなの？いや、これはそれは20回言いまでしないですね。確かに。いやー、そうなんですね。はいやこんなすごいな、結構。はい、はり引いてるじゃん、サム先生。まあ全部ひどいですね。その全てが。そう全てがなの？まずそのパットオフの2000のエイズに対して SB からい3オフでコールしてるのもだいぶやばいですね。これやばい。まずこのハンドで強気の向こう側がレイズしてるんで、そこでまず見るべき。まあそもそも強気のレイズじゃなかったとしても、カットオフからレイズが入ってたらスモールブラインドからエース3オフ参加しちゃダメですよ。なるほどね。もうそれセオリーあるんだよね。悩むのはこれが例えば、まあ、マークの同じエース3スーツとかだったらどうしようかなって悩むのは分かるんですけど、それでも2000点のレイズだったらもう絶対降りなきゃダメですね。はい、ホールドはもちろん一番ベストで、まだレイズの方がまだちょっとマシですよね。ホールドは結構ひどい。考えうる中のワーストを選んだって感じですね。出ましたか、ワーストが。なんでプレイしちゃったんだろうってところももちろんそうだと思うんですけど、はい、プリフロップが結構やばいなって感じがしますね。リフロップで、なるほどねコールしたことがまず一番大きなミス。そうですね。で、まあ一応そのターンも多分そのまあちょっと錯乱状態になったっていうことだと思うんですけど、はい、その降りてほしいんだか立っているんだかどっちなのか分かんないの降りてるのが一番ひどいんで、その村住さんが言った2ペアで来てこれ勝ってるかもしれない。じゃあオレインっていうのはちょっとわけわかんないですよね。その最終的にはですよ、そのちゃんと綺麗に攻めるとこ攻めて守るとこ守ってっていうふうに両立できるようにしてほしいんですけど、今は明らかに守りすぎちゃってて弱気になりすぎちゃってるんで、まあ、一回ちょっとなんか、あいつ諸角なんかギア変わったぞって周りが思うぐらい一回暴れてみてもいいかもしれないです。そういうことか。もちろん強い手ですよ。強い手で暴れるんですよ。エース3オフですよね。暴れる。キングクイーンズと暴れるのはいいですけど、エース3オフで暴れちゃダメ。まあその辺はちょっと見ながらですけどもちろん。まあこういうのはね、タイトアグレッシブっていうふうにポーカーでは言ったりするんですけど、その絵を狭くしてタイトにして、なるべく参加するハンド狭くして、でもアグレッシブに暴れる。まあこれが一番やられる側は困るんで。暴れる。その無茶してても手が強いのは分かってるんで、あんまりそこに対して反抗できないんですよね。そうか。強いてきたなって思ったら、もうガンガンレイズ、俺まで持っていく。まあ、フロップ開いても、もちろんね、手強い時もベットするし、弱い時もたまにブラフでベットしてっていう感じで、まあ、基本的にもアグレッシブな感じで、ちょっと一旦この2、3日やってみてもらって、アグレッシブですね。いいかなっていう気がしますね。なるほど。これを唱えながら寝るようにします。アグレッシブ。タイトアグレッシブ。本当にメンタルがめちゃくちゃ弱いのかもしれないですね、松井さん。やっぱポーカーメンタルのゲームでもあるんで、そのね、自分の気持ちと戦わなきゃいけないんでね、逆に、ここまで2週間よく一人で頑張ってたなっていう、そのなんか同情されちゃってんじゃん。よく頑張ったって気持ちになりました。逆にここまで2週間何のヒントもなしにというか、手探りだったらそれはこうなりますよね。いやいや、これシャープ1でしょこれ。何よシャープ4でやってんすかね。こっから渡部の金持ってでしょ、どう考えても。サメ先生に同情されてましたって。何も知らないで2週間いたんですねって。やっぱり今はっきりしましたね。僕も漠然とモロの実力って大丈夫かなと思ったけど、はっきり言ってくださいましたね。ダメだって。これ講義自体は2時間ぐらいやられてるんですけど、結構もうこの VTR 以外のところでも、それもひどいですね。これもひどいですね。いくつかの反動もずっとひどい言われ続けまして、ちょっと落ち込んだりもしていたところ。いいわ。俺逆にサメ先生にいくらか渡すから現地行ってほしいわ。もう真横で毎日夜もう座学もうつきっきりで。そうでもそりゃそうで、プロにしっかりレクチャーを聞かないと。で
はっきりやっぱ僕ちらっとしか見てないですけど、やっぱちゃんとセオリーがあるんですね。このぐらいのカードの時はこうする、相手がこう来たらこう出るっていう、もうやっぱルールがあるんで、これ覚えなきゃダメですよね。だってサメ先生も決して暇な方じゃないわけでしょ。ちょっとはっきり言えないんですけど、はいサメ先生の名前を聞くと、はい多分日本でポーカーをやってる人たちはおその人先生やってくれてるのっていう方がとんでもない人ってことですか。ビッグネームってことですよね。もうかなりのビッグネーム。それどう捕まえてきたのサメ先生を。それも言えないんですけど、やばいね。問題ある人じゃないでしょうね。私次なんかあったら終わりですからね。だって第4話で始まったサメ先生の講義。そして番組はいよいよちゃんとしたポーカー番組の体を成していく。挑むのはフィリピンで最大級の大会の一つ、マニラスーパーシリーズ。3000ペソを支払いまして、スタック1万スタートです。初ポーカーなんで。よし、やることはね、一つだけなんでね。まっすぐ。Today is 600. 根拠あるんだろうな、根拠は。あ、フラッシュ。来い。Heads up. 緑さん。危険を察知してのホールド。諸角の頭にあったのはあの言葉。お、何？タイトアグレッシブ。本当に。お、タイトアグレッシブです。確実に強くなりました。ドキドキが来るな。エラ行く？です。いった。おお、いいね。よし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 。いいじゃん。おららら、いいですか？来てるね。お、よし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 。おお。来た来た来た。おお、いったね。来たぞ。来た。あ、9か。よしよし。おお。よっしゃ。ブルーさん乗ってきてる。オッケーオッケーオッケー。これ2枚もあるの？顔もね、自信満ち溢れてるもんね、なんかね。勢いのある諸角にこんな言葉が。Japanese champion? No, beginner. Studying poker. Now. Okay. Hello, hello. Senpai. Senpai. Senpai, brother. Senpai, right? Senpai, right? What is senpai? Senpai? Oh, hi. Teacher. Teacher? Teacher. What's up? おい、大丈夫か？お、したね。Talaga wala, din talagang inaano eh.おお。
Si Paipol, you show? どうする Paipol, you show, ah. 6 ugly ace. 1.今のでかいっす。よっしゃほら、これで1万ある。2万でしょ ?3 万。3万。来た。ここが見せ場なんだ。はいはいはい来たねまた彼だはい Yeah, champion ready na. Not yet, not yet. Ito pa yan talaga, oh. Ayan, oh. Ito, ay, lagot, lagot. Ayun! Sir, よし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 順調だね確かに頑張れおいいねハードいいねいいんじゃないおお来た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 いけこのままなんかどのぐらいで戦ってくる人たちなのかが一気に分かんない。Hindi na pa pa, kala ko wala pa na. そうだね確か Laban na to, laban. So, 5 seat ang kayo makukuha. race. 4 na lang. 4 players. Tulog lang ako. Get force. Tulog lang sa akin. Alam niya rin niya. Alam naman niya. Hindi, meron naman niya. Dali nun ba? Wait ko lang. Okay lang yun.スローになったおーっしゃいやいいね競り勝ってるねでかっ8番いったかいってないかも Ticket, ticket.マジで Congratulations! おーやったすごいおー来たこれはです。チケットすごいすごいチケットがしました。チケットメインイベントこれ2万ペソっすよ。これ。勝つための方法を知り結果が出始める諸角。第5話では先生が2人に増員されさらなるレベルアップにつながる講義が行われる。サメ先生2号これはサメ先生2号です。サメ先生2号ですね。はいはい。すみませんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。何を思ったんでしょうね。講義では具体的なやり取りに加え絶対外してはならない考え方のベースも教えられた。どうすりゃいいんだろうこれ
今日ちょっと話そうと思ってた1個でもあるんですけど、そのメンタル面とか、ポーカーにおける結構マインドの重要なところっていうところの、一番1個目っていうのをちょっと覚えてほしいなと思うんですけど、ポーカーの目的っていうのは、これすごい当たり前の話なんですけど、チップをたくさんかき集めることっていうのが一番の目的。で、その一番シンプルな方法っていうのは、自分の勝率が高い時にポットを大きくすることなんです。で、これを、すごく言われてみたら当たり前の話なんですけど、常に絶対に一番最初の念頭に置いてほしいです。基本的に自分の願望っていうのは関係ないっていうのをやっぱりすごい意識してほしいですね。これ弱点フラッシュ強いから、これレイズしてコールしてくれたら2万点だって嬉しいみたいなのって、やっぱり自分のめっちゃ気持ちはわかるんですけどね。めっちゃ気持ちはわかるんですけど、それってあくまで願望になっちゃうので、現実的に相手側がどう考えて、どんな話だったらどうプレイするかっていう部分の、事実だけ追ってほしいなと思います。すごい。当たり前のことだけど、やっぱできないんだね。その技術面を置いといて、一旦の一番念頭に置いてほしいマインドの部分ですね。でもそうだよな。自分の手札じゃないですよね、結局ね。いや、そうだよな。すっごい見応えありました。ただこの体制的にはどんどん環境的には先生も2人になり、 LINE グループもあり、あんなにいいアドバイスいただいて、でも2号先生もすごい方なんですか、やっぱり。もちろんです。勉強とポーカーを続けて3週間、待望のその時がやってくる。真似しました。マジで？お、すごいじゃん。真似しました。来た？お、すごいすごいすごい。こんぐらいしかない最後。で、だから誰が飛ぶのこうやって待ってて。飛べ飛べって言った。なるほど。その瞬間がこちら。そうかそうか。ノリツさん。ほんだ？ini parahin。やった。ハッキングできる。ファーストタイム。これがハッキング。ちょっと待ってもらってください。イエーイ、センキューセンキュー。初めての。Thank you。やりました。おめでとうございます。ちょっとこれ嬉しいだろうな。7500エントリーで1万1000返ってきました。プラスです。ちょっとプラスだ。でかー。初賞金です。今日はね、すごいこの結果になりましたけど、これを続けていってね、これで稼げたらなと。で、お金いっぱい持って帰りますんで、これ1歩目です。そうだね。ようやく1歩目。確かに。たくさん使ってますけど、ここから取り返していくんで。その後も毎日続くポーカー生活。それは当然一直線に上に登るわけもなく、現実が襲ってくる。31日以降のホテルなんですけど、ここよりグレードダウンしたホテルになります。ちょっとこのまま結果できてないんで。無理。このホテルでこんなに居心地悪くて、こんなに最悪なのに。マジっす。マジすいません。どうしよう。ポーカー行って帰ってきて、そっからなんか勉強、宿題も出てるからやってさ、寝ようと思ったらさ、ね、字いっぱい出るから寝れないよ、ゆっくり。で、次の日も昼からポーカーやって夜中までやって戻ってきて、でまた講習。おじさん頑張ってください。いやー、私が見たかった映像にどんどん近づいてますね。いいですね、苦しんでる感じ。これじゃないとやっぱりね、これを望んでます。これを望んで、でポーカー漬けの毎日、はい、これが僕は見たかったんですよ。なるほど。はい。
ワタベットは海外ポーカーに挑戦することの面白さをこれからもリアルにお届けします。毎週金曜日更新、お楽しみに。